今日はですね、失言でですね、江藤農林水産大臣が退任するというか、辞表をね、石破茂首相に出したということで、その後任として前自民党選挙対策本部長の小泉進次郎さんを新しい農林水産大臣にするという、そういう決定がなされたということで、これについて解説したいと思います。どっちかっていうと多分左翼の人たちがまた小泉進次郎なんてボンクラを農林水産大臣にするなんて、自民党はどんだけ人材がいないんだみたいなことをグレート義太夫さんとかが言ってたりとかして、この人何も知らねえんだなと思って、本当ごめん。特に左翼の人たちは本当知識がなくて、小泉進次郎さん、実は自民党でですね、農政っていうんですかね、農政系のですね、農林水産のですね、専門の部会の部長を、1期目何も知らない状態で全国回って問題意識を感じて、ぜひ2期目もやらせてくれということで、2回連続で農政に関わって、自民党の、農林部門のトップをですね、2回経験したことがあるぐらい、実は彼は農政改革について非常に疑問を、持っているし、それを実際に推進するためにですね、特に農協改革ですね、こちらの方が大事であるということが分かったんですね。実はですね、日本の農業の問題点、2つあると思うんですけれども、1つはですね、GHQ による農地開放、これ教科書にですね、農地開放っていいことばっかりで、地主から小作人が土地を取り返して、自分の土地を持てた素晴らしい万世ってなってるんですけど、実はそうではなくてですね、日本の農業の競争力を削ぐための戦略でもあったんですね。つまり、中小零細の農家ばっかりになりますので、経営力が低いわけです、相対的にね。日本って土地が狭いから大規模農業ができないんだって言ってんだけど、実はそうではなくてですね、株式会社とかが参入できない規制があるので、大きな資本を投下して大規模にやることによって経営効率を上げるっていうのは商売の基本なんですけれども、全くそれとかけ離れたところになってしまってると。だから、それはアメリカの農産物に価格で勝てるわけないですよね。で、さらにですね、日本の零細農家を保護するために補助金を出してるわけですね。で、これがまた農協を通じたりとかですね、農協を通じるっていうか、米価、例えば米に関して言うと、米の買取価格をですね、高い状態にしておくことによって、小規模な経営効率の悪い農家もですね、採算が取れるような体制になっていたと。諸外国は自国の農業を保護するというのはですね、基本的には口に入るものですから、食料安全保障って非常に大事なので、補助金を直接給付してですね、海外産の安い農作物が入ってきてもですね、経営が成り立つように補助金を直接給付するというやり方で、みんな変えていってるんですが、日本は未だにですね、米価を、固定して高止まりさせることによって、で、関税を高くすることによって、海外の農産物を日本に持ってこないようにしてる。特に米ですね。でもこれ、経営効率上げてですね、今ちょうどね、段階の世代が農業を引退し始めてるので、兼業農家だったり、そういった段階の世代の農家が引退した土地を集約化して、できれば株式会社をちゃんと参入できるようにしてですね、やれば、零細の農家に関してはですね、直接給付の補助金で救済すればいいと思います。これ実はですね、本当に統計データでですね、すべての農業資材が農協経由で販売されていることによってですね、諸外国と比べて2倍以上のコストがかかっている。これが実は農政の問題で、これをですね、鋭く指摘したのが小泉進次郎さん。ちょうど頃ですね、今から10年近く前ですかね、2016年とか17年とかそれぐらいだったと思うんですけど、TPP に環太平洋貿易協定みたいなものにですね、参画するかしないか瀬戸際だった時代だったんですけれども、その時にですね、鋭く TPP 反対って言ってたのは、いわゆる自民党の農政族、農水省、これも完全に農業村というような状況になっていて、農協って零細農家が増えて経営力が下がれば下がるほど彼ら儲かるんですよね。ある意味搾取してるんですよね。もともと農協っていうのは高い農業資材、機械とかね、そういったものを安く買うための組織だったのに、その組織の維持が自己目的化して実質的に農家から搾取する組織になってしまった。しかも農業組合という、これ銀行とか金融機関ではないので、規制がないんです、実質的に。だから、いわゆる JA バンクみたいな銀行もやってるし、生命保険、損害保険みたいなやってる保険会社もグループ内にあるし、農業資材ですね、肥料とか農業機械とかこういったものを売ってる総合商社でもあるし、だから、農家の人って自分で稼いだお金を JA バンクに貯金して、で、その金を機械のリースとかで農家に貸し出して農家から高い金利を取ってるっていう、そういうちょっとよくわかんない状況になっちゃってると。しかもですね、農協はですね、独占禁止法の拉致外になっておりまして、実はですね、肥料で8割、農機具で6割、
ですね、農薬とか農機具で6割という圧倒的なシェアを誇っているにもかかわらず、独禁法の適用を受けてないんですね。協同組合であるという理由でですね、農協は独占禁止法の適用を除外されてます。なので、農協はカルテルを結ぶことも自由なんですね。ということで、めちゃくちゃな組織なんですよ、農協って。だからこの農協改革ってのが一丁目一番地であるし、最終的には株式会社が参入できるようにして、農業改革を進めていく。今、ね、米価が高くてですね、国民がそれに対して怒ってる。江藤大臣が辞任する理由は本当にくだらない話ではあるんだけれども、これをきっかけにして、実は農業に詳しい小泉進次郎が、日本の農政をこの危機的な状況の中でですね、改革してくれるんじゃないかなと。何がいいかって、小泉進次郎は、もちろん小泉純一郎の親の七光はありますけれども、選挙に強いんですね。政治が農業を改革できないのはどういうことかっていうと、すべての小選挙区に農家がいるからですよ。統一教会の問題も全部それ。本当に極小の何百票とかってたったそれだけの票なんだけど、当落線上の議員にとってはその何百票が大事なんですよ。これだけで当選するかしないか決まっちゃう。でも小泉進次郎は全く関係ない。だから彼はこういったもう一番日本の癌の一つである農業改革にぶってつけの人材なんですよ。グレート義太夫さん分かってますかということで、いってらっしゃい。